行ってきます。リビングに置いてある写真に手を振り、私は蒸し暑さがまだまだ残っている夏の青空の下に出た。小さな工場で働く私は、主に部品修理を行っている。貧乏な私の唯一の心の支えは、リビングに飾られた妻の写真と定期入れに入った2人の写真だ。どれだけ落ち込むことがあっても、その写真を見ればなんとか気持ちを持ち直すことができた。妻が行方不明になってから早17年。いや、妻だけではない。昔住んでいた村を襲った土砂崩れではたくさんの人が巻き込まれた。彼女はそのうちの一人だった。村は崩壊し、生き残った人たちは行政の助けにより近隣の町へと支援を受けて移住していった。閉鎖されてしまった村は今も土砂が残されている。仕事が休みになると決まって私は村に行った。シャベルで土を掘り、妻の手がかりがないかを探す。同じ境遇の村人と会うたびにお互い胸が締め付けられた。どうして妻が巻き込まれなければならなかったのか。なぜ。土を掘り返すたびに無念さが体中を支配していった。出張修理ですか。出社して早々に部長に呼び出されると、新部署に伴う異動の打診だった。君は人当たりもいいし、知識も豊富だから出張先で何でもこなせるだろう。何でもは言い過ぎですが、断れるわけもなく、いい返事をするしかないのだから、私は少しだけうんざりした。どこまで出張修理に生かされるのかはまだ定かではないが、今は送られてきたものだけを修理しているから出社だけで済んでいる。これが仮に車で移動しなければならなくなったら、考えただけでも疲れてしまう。頼むよ。君だけが頼りだから。なんて上辺の言葉を並べられ終えると、私は部長の机から去った。できることならば定年まで穏やかに過ごしたいが、そうもいかないのが人生なのだろう。工具を一つ一つ確認しながら出張依頼に備えた。出張先は主に高齢者の自宅が多かった。夏の始まりには扇風機、冬の始まりにはストーブ、ついでにラジオを直すことだってあるし、テレビの調子だって見た。もはや何でも屋状態ではあったが、工場にこもりっきりだった時とは違い、その時々で修理の製品にまつわる思い出話が聞けるのは新鮮で楽しかった。そういえば、隣のお家もね、何だったかな。そうそう、パンを焼く機械の調子が悪いって言っていたのよ。ついでに見ていってあげてくれない？修理が終わり、せんべいをごちそうになっている最中のことだった。次の訪問先までは2時間ほどあったので、一度工場に戻ろうか悩んでいたところだったので、好タイミングだった。でも、お隣さんの都合ってものもあるでしょ？いいのいいの。あそこもうちと同じで寂しい老夫婦だから、どうせ暇してるわよ。そう言うと、おばあさんはテーブルに置かれていたみかんを5つほど手に取り、玄関へと向かった。実際には隣ではなく裏にあった家はものすごい豪邸だった。ほら、勝手口はこの家側だからお隣さんって呼んでいるのよ。と言いながら呼び鈴を鳴らした。石橋ですが、私よ、河野です。ほら、パン焼き器の調子が悪いって言っていたから業者さんに来てもらったのよ。しばらくすると自動で門が開いた。ここはね、昔大地主だったの。
うちの家もね、このお屋敷を建て替えるタイミングで敷地を分けていただいたの。今時珍しいわよね。ものすごくお人よしで。なんて河野さんが話している間に玄関に着いた。あら、こんにちは。と、白髪のとても優しそうな女性が出てきた。麗華さん、こんにちは。ちょうどうちの炊飯器を見てもらっていてね、どうかなと思ったのよ。麗華さんは目尻にシワを寄せると、とても助かるわ。さあ入って。と私たちを中へと促した。どうもね、タイマーが狂っているみたいなのよ。5分焼きたいのに勝手に10分焼いたり、かと思ったら1分で終わったり。古いトースターの前に座ると早速様子を見始めた。木村さんはね、土砂災害の村から来たんですって。まあ、それは。世間話の一つとして使われることにはもう慣れた。私は二人の会話を流し聞きしながらメンテナンスを続ける。そういえば、以前お手伝いに来てくれていた人もその村の出身だったわね。ああ、記憶喪失の？今も元気にしているのかしらね。私の手がピタリと止まった。あら、修理はもう終わったの？いえ、まだ。古いものだからね、直すのも大変でしょ？それどころではなかった。もし記憶喪失のその女性が妻だったら、私は藁にもすがる思いで尋ねた。どんな方でしたか？どんな方って？その村から来た記憶喪失の。石橋さんはあと微笑むと一枚の写真を私に見せてきた。その瞬間、手足が震え、大粒の涙があふれた。確かに写真に写っているのは私が愛してやまない妻だ。少し頬がこけているが間違いない。お知り合いなの？石橋さんはハンカチを私に手渡してきた。ハンカチをぎゅっと握りしめ、私は全身から湧き立つ抑えきれない感情をどうにか受け止めようと体を丸めた。大丈夫か？ソファーでお休みになった方がいい。そう言って石橋さんの旦那さんが私の脇に腕を入れて抱きかかえた。妻なんです。その写真、土砂崩れで行方不明になった。小さく悲鳴が聞こえた。耳の奥でゴーッとのぶとい音が聞こえる。頭がクラクラとして力が抜けた。次に目を覚ますと、そこは病院だった。大丈夫か？訪問先で倒れたんだ。パイプ椅子には社長が座っていた。すみません。俺、なんでここに？頭に鈍痛が走った。しばらく寝ていたんだからそう焦って起き上がるな。と社長は私の肩を押さえて、もう一度ベッドに横たわらせた。そうだ、恵子が。あ、奥さんのことを聞いたよ。今探してもらっている。ただ身元不明者扱いだから行政もそう固く管理はできないそうだ。一応仮身分証は作っているらしい。だから今どうしているかわからないかもしれない。そうですか。すみません。ご迷惑をおかけしてしまって。社長は首を振ると立ち上がってジャケットを着始めた。とりあえずしばらくゆっくり休め。ここの院長は知り合いだから話はしておく。そんなご迷惑はかけられません。社長は起き上がろうとする私の肩を再び押さえた。そう決まることはないさ。じゃあな、また何か動きがあったら来るよ。扉が閉まると私は一気に体の力が抜けた。
どこも悪いところはないはずなのに力が入らない。しばらくの休暇ですか？院長が私の部屋に訪れて早々に告げた。あの日のことを思い出してこう倒れたんだ。君は自身で気がついていないだけで心はものすごく負傷している。休めないと何かの拍子に本当に自分が使い物にならなくなるかもしれないぞ。そんな脅しみたいな。俺は元気なのに。そう思うから危険なんだ。まあ社長もいいと言っているんだ。たまにはゆっくり過ごすといい。3食、それにおやつまで出てくるんだから至れり尽くせりだぞ。にこやかに笑いながら院長は去っていってしまった。いても立てもいられずに私は起き上がり、窓の外を眺めた。この町に確かに妻はいた。もどかしい気持ちでいっぱいになった。今すぐにでもここを出て探しに行きたいのに、私の腕には点滴がつながれている。それから止まった時が動き出した知らせが届いたのは2日後のことだった。朝食を食べている最中に社長がやってきて、私に1枚のメモを手渡してきた。今、奥さんがいるところだ。念のため石橋さんたちを連れて昨日確認してきたが確かにそうだった。ただ他人の空似という可能性だってあるからあまり期待はするなよ。場所はここから車で30分ほどのところだ。連れて行ってください。私は箸を置いて社長に泣きながらすがりついた。わかった。だけどまずは遠巻きから眺めるだけだ。君も今こんな精神状態だし、奥さんだって君がいきなり接触をしてきてどうなるかわからない。一目だけでもいいから妻に会いたい。その一心で私は社長の条件を飲むことにした。ここだよ。連れてこられたのは浜辺にほど近い民泊だった。普段はここで住み込みで働いているそうだよ。ここで待っていて。社長が先に一人で話をするために宿の中に入っていった。私はその間、波の音でも聞こうと外に出てみた。広い広い、どこまでも続いている海。この海を妻が毎日眺めているのだと思うと不思議な気分だった。こんにちは。今日宿泊の方ですか？体が固まった。自然と涙があふれてきて、振り返るとそこには妻が立っていた。妻は私の顔を見るなり今にも泣きそうになった。いえ、私は少し用事で海を見に来ただけです。社長の約束を破るわけにはいかなかった。私は少しでも妻と距離が保つために車に乗り込もうとドアに手をかけた。体が再び止まった。溢れ出る涙は止まることがなくコンクリートを濡らした。じっと妻の声に耳を傾ける。愛しい声。行方不明になってからどれだけ聞きたいと思ったことか。どこかでお会いしたことありますよね。私は首を振った。人違いですよ。私はね、よく友達や親戚に似ているって言われるんです。何の変哲もないありきたりな顔なのです。海風は冷えますから車に戻ってもいいですか？すると妻は私の腕を掴んだ。その瞳からは涙があふれている。でもなぜかあなたを見ていると懐かしい気持ちになるんです。今は胸がざわざわとして。私は我慢できなくなって妻を抱きしめてしまった。記憶喪失になっても心のどこかで私を覚えていてくれたのだろうか。
ごめんなさい。でも初対面なのに。妻の涙をハンカチで拭っていると社長がやってきた。彼は私たち二人の姿を見るなりどこか憂いをまとった。ここは冷えるから中に入ろう。客室に案内されると私は涙が止まらなかった。どうしていいかわからなかった。妻を抱きしめて愛しさがこみ上げた反面、彼女は記憶喪失だから寂しさもこみ上げて自身の感情が抑えきれなくなってしまった。館長に聞いたら奥さんも君のように取り乱しているみたいだ。ったく運命のいたずらってあるんだな。社長は急須に湯を注いで私にお茶を出してくれた。しばらく休もう。それでこれからどうするか君と私とそれから館長と一緒に話そう。ここに奥さんを交えても混乱を招くだけだろうから。妻にもう一度会えたら私は真っ先に抱きしめるはずだった。そして二人の間には穏やかな時間が流れ、そして会えなかった日々を語らうはずだったのに、深く刻まれた傷跡は私たちに十字架のごとく重くのしかかった。理想とは遠くかけ離れた現実に胸が苦しい。とりあえず今日はここに泊まらせてもらうことになったからゆっくりしていこう。社長に入れてもらったお茶はすでにぬるくなっていた。私はそれを一気に飲み干すと深い深呼吸をして、先ほどまで目の前にいた妻の姿をまぶたの裏で思い出した。夜も深くなり、社長が寝息を立てるのを聞いた後、私はロビーに出た。窓の外には満月が見えた。あの日もちょうどこんなに綺麗な満月だった。満月綺麗ですね。妻がすぐそばに立っていた。泣き晴らしたのか目が赤かった。ええ、とても綺麗ですね。ここからよく見える。すると妻はゆっくりと私に近づいてきて隣に並んだ。何年ぶりだろうか。妻の顔を見下ろすと長いまつげが見えた。昔からこの長いまつげが自慢だと言っていた。長い間心の片隅がどうも寂しくて、だけどあなたに会ってから不思議とその隙間が埋まったような気がするんです。今とても穏やかな気持ちで。私は満月を眺めながら愛おしい声を少しも逃さぬよう小さく呼吸をした。そんな努力をしているのに自分の鼓動がやけにうるさい。館長から聞きました。いろいろと。まだ信じられないのですが、私、あなたと。私は妻の方に振り向くと、まっすぐと妻の瞳を見つめた。それ以上は言わないで。君が思い出すその日まで僕は待つから。でもそんな。再び妻の瞳に涙がたまり始めた。17年一人で探していたんだ。今は君が目の前にいる。それだけで僕はもっと待つことができる。次は不安も寂しさもなくね。妻はこくりとうなずくと再び満月を見上げた。彼女はこの先私との記憶がよみがえることはあるのだろうか。今はまだわからない。だけど確かにある二人の間の愛しさを頼りに、きっといつか私のことを思い出してくれるはずだ。その日まで私は何度でも彼女に会いに来てみようと思う。